こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら、すごくね幻想的な雰囲気のあるイラストですよね。第3の作品でタイトルは冬に。先生こんにちは、私は中国から来たファンです。ペンネームはザイです。日本語に堪能ではないので翻訳機しか使いません。またご理解ください。この作品の名前は冬にで、画面の中の人物は人狼村の謎の中の上松李花子です。レイジングループ。画面で表現したいのは上松李花子が冬の早朝に森の中を散歩し、太陽の光の暖かさを感じるところです。画面に対する私の不満なところは、キャラクターが薄い色の背景から十分に飛び出していないという感じ。またキャラクターの側面の透視が奇妙に見え、手を変えても見にくく見えることです。キャラクターをね横から見た時にちょっと不自然に見えるってことだと思います。先生に選ばれて絵を改めてほしい。私の中国の多くのクラスメートは先生が大好きで、あなたから多くのことを学びました。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ということでね、財さん添削のご応募ありがとうございます。財さんの作品とてもね雰囲気が良くて、特にね白を綺麗に使えているイメージですね。いい感じです。それと中国からのご応募ということで、海外からの視聴者さんもたくさんいらっしゃって本当に嬉しいですね。ありがとうございます。で、今回の添削はレイジングループっていうゲームのキャラクターですね。昔ね僕もプレイ動画で見たことはあったような気がするんですが、記憶がね結構おぼろげです。でこちらはですねケムコから出ているノベル系のアドベンチャーゲームで、2015年にねスマホゲームとしてリリースしたんですが、その後 PS ビータ、PS4、スイッチ、あとは PC も出てんのかな、様々なプラットフォームで発売している人気ゲームですね。で一見平穏な村で10人ぐらいの登場人物がいるんですが、村の風習でね突然ね村人同士の殺し合いが始まって、かなり怖いストーリーだったことを覚えています。気になる方はぜひチェックしてみてください。で今回どこを添削していくかなんですが、この作品を通して財さんが何を表現したいのかっていうことなんですよ。コメントを見ると上松李花子が太陽の暖かさを感じているシーンって言っているので、暖かさがテーマなんだと思うんですが、パッと見ですね僕は逆に寒々しさの方を受け取ってしまいました。雪が激しく降っているので、それもあると思うんですが、雪が降っていてもですねもうちょっと暖かさってある程度表現できると思うんですよ。なので寒いながらも温かみを感じるようなイラストにするにはどうすればいいのか、これについてね注目しながら添削を進めていこうと思います。でですね、もう早速核心部分に入っていくんですが、この絵がちょっと寒々しいなと思ってしまうのは背景の色の構成が大きいと思います。背景がですねちょっと寒々しい色しか使えていないので、なんか冷たい印象になってしまっているんですね。なのでまずはこうします。キャラクターの周りを明るくして、若干ですがわかるかな、この黄色みですね、これを足してみました。黄色は暖色、つまり温かみを感じる色です。冬の寒々しい色の中にもですねこういった黄色みを足してあげることで、結構ねほんのりとした温かみって感じさせることができると思うんですよ。でもねよく見ると財さんもこのキャラクターにですね黄色足してるんですよね。なのでこの黄色の意識を背景にも持ってくるっていうことです。財さんさすがですね。この意識を背景にも持ってきてください。でちょっとごめんなさい、これですね上から色調整していってもできないことはないんですが、こういう木ってですね意外と最初から描いちゃった方が雰囲気が作りやすいのと、あとそもそもねこの木の生え方についても糸を含めた方がいいので、一旦木を潰してしまいます。すいません、やってみます。こんな風にですね今追加した光を中心にして周りに向かって暗くしてあげます。暗くしてあげる。ここがね一番明るくて、そしてこう暗くなっていく、周りに向かって暗くなっていくっていう意味ですね。色相とかもね青とかグレーとか、割と寒々しい色に変化させてあげるといいでしょう。温かみを表現するには暖色の光を感じさせるのが良いですが、そのね暖かい光を浮き立たせるには暗い色が周りになければいけません。そうしないとねこの暖かい色が強調されないんですね。なのでまずは一旦画面全体でですね大まかにここは明るくて暖かい、ここは暗くて寒々しい、そういう明暗の比較を立ててあげると絵作りはしやすくなると思います。で僕個人的な見立てではですね、こういう明暗さやライティングの演出は中国人の方めっちゃうまいんですね。財さんもこの講座を聞けばもしかしたらね、ああそういうことねって一発で感覚をつかめるかもしれません。さあグラデーションをさせただけなので火がなくなってしまいましたね。火を描いていきましょう。まずは奥側から。
はい、まだ途中ですけどね、こんな風に薄ぼんやり描いていっても木ってね意外と木って分かります。はい、続き描いていきましょう。はい、今回ですね、そんなに詳細に書いていくわけじゃありません。あくまで雰囲気だけですね。もっと詳細に書き込みたい、密度を出したいのであれば、時間をかけてもいいでしょう。今はね、この奥側の木を書いたんですが、手前の木も書いていきましょう。はい、こんな感じですね。でですね、もうここでお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。僕がある意図を持ってこの木を描いていったことに、はい、ここで気づいた人はすごいと思います。わかりますでしょうか。なんだか、はい、そうなんです。パースですね。今ですね、僕は実はこんな感じで上に向かってすぼまっていくようなパース線を意識しながら木を描いていきました。さっきの状態とね見比べると、ほら、さっきはパース線が意識されていませんが、添削後はこのようにね若干ですが上に向かってすぼまっていますよね、パース線が。はい、なぜそうしたのか。それは空に意識を向けたかったからです。こうやってねパース線をつけてあげると、見ている人がどう感じるのかというと、まるで自分が地上にいて、そして空を見上げているように感じます。つまり煽り構図ってやつですね。太陽の暖かさを感じるには、見ている人の意識を上に向ける必要がある。だから画面にちょっとだけパースをかけて空に意識を向ける。このように計算しながらね構図を選択できると、さらにレベルアップできると思います。そんなことできんのって絵を描いたことがない人は思うかもしれませんが、これ実はですね、絵を描いたことがある人だったら意外とすんなり受け入れられると思うんですよ。おそらく今見ている絵を描いたことがある人、あ、そういうことか、わかるわかる、次からやってみようって感覚的に理解できてるんじゃないですか。意外とこれですね、絵を描いたことがある人の強みです。絵を描いたことがある人はですね、そういう意味で想像力がものすごいんですよ。描いたことがない人に比べてですね、それがね絵を描ける人の最大の強みなので、その最大の武器大事にしてください。さあ、背景はここで最後です。ちょっと調整しますね。はい、こんな感じです。もともとあったね降りしきる雪はキャラクターにも被りますので、後で書き足します。次はキャラクターの添削に移ります。キャラクターはですね、大まかに分けると2つのポイントで添削します。1つはやはり光ですね。さっき背景に追加した暖かい光、これをキャラにも当てて初めてね、なんだか暖かそうだなって感じさせることができます。で、2点目は意識を上に向けるために背景にパースをかけたので、キャラクターも若干煽り気味にした方が自然に見えます。この点に着目しながら進めていきましょう。まずはそうですね、手からいきましょうか。はい、手をですね前に突き出してみました。形と色もね若干調整しましたね。で、まずはね順番にいきます。形なんですが、財さんも気にされていましたが、このね手が不自然に感じるということだったんですね。で、これですね原因は2つあります。1つはですね、親指がどの指だかわからなかったっていうこと。この指かこの指なんですが、パッと見ですねちょっとどっちかわかんないんですね。で、もう1つは手のひらの向きです。この手のひらの向き、これがちょっと不自然なんですね。で、親指がどれだか分かんないっていうのは、よーく見ればねこの指が親指だということは分かるんですが、見方によってはですね、奥のこの小指がですね、これが親指に見えないこともないんですね。おそらくこの親指の爪の角度が原因です。これ爪がですねこういう風についちゃっているので、他の指の爪の付き方と同じなんですね。なのでこれが親指に見えない。この爪の付き方がですね、もしこういう風な角度だったら、親指だとわからないこともないですね。今ですねかなり無理してこの手のひらを手前にひねっているように見えます。皆さん絵と同じようにですね
左腕を上げてですね、上にかざしてみてください。おそらくですね、そこまで力を入れなければ手のひらはですね、体の内側を向くはずです。どちらかというと。でもこの絵は逆になっちゃってるんですね。より自然に見せるためには甲が見えているはずなんですね。ただですね、僕は結構横着者なので、手の甲を描き直すぐらいだったら、むしろ逆側の手にしちゃった方が簡単だなということで、この手をもともと左手だったのをこんな風にですね、右手に変えてしまいました。臨機応変にいきましょう。あとそうですね、ちょっとキャラがこじんまりして見えます。もうちょっとのびのびと画面に配置してあげた方が、寒さで縮こまっていない温かみを感じるかもしれません。こんな感じで、さっきも言いました、光を強調したいなら暗い部分も作ってあげた方がいいと。光を強調したいので暗い部分も作っていきましょう。まずはこうです。こんな感じ。手前の髪の毛を暗くして、この後ろにある朝日を強調します。で、さらに顔の明るさも調整しますね。やってみます。こんな感じ。まだね、雑に調整しただけなので、結構ギョッとするかもしれませんが、大丈夫。だんだん馴染んできます。さあ、ここからはさっきも言いました、若干キャラクターの見え方に角度をつけていきます。やってみます。こんな感じです。どうでしょう。顔の向きを変えただけなんですが、なんとなく煽り構図に見えたのではないでしょうか。ポイントはですね、この目の角度。添削前はですね、両目をつなぐとこんな角度ですが、添削後はこう。逆にしました。目の角度によって煽り構図、俯瞰構図、簡単にね、書き分けられるので、これは覚えておいてください。さて、髪の毛のシルエット調整します。上松里香子は髪の毛が長いので、このぐらい遊ばせてあげても絵として動きが出るので見栄えが良くなると思います。で、この奥の髪、ここね、ポイントです。思い切ってこんな風にしてもありです。髪の毛真っ白にしちゃいました。でもどうでしょう、めっちゃ光感じるようになりませんでした？奥の髪ってね、どっちかっていうと暗くした方が自然に感じると思うんですが、このように逆に明るくしてあげるとですね、背景の光が透過してめっちゃ光っているように見えます。光を強調したい時にはこういった思い切った演出も効果的ですので、ぜひね、取り入れてみてください。かなり使えるテクニックでしょう。さあ、手前の肩周りも若干調整します。こんな感じ。あとはね、手前の結んだ髪もですね、これももう少し自然に動きをつけていきましょうか。やってみます。いい感じですね。で、最後、降りしきる雪を追加します。以上で今回の添削は終了となります。並べて見比べてみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。今回はですね、結構イメージが変わったような感じしますね。ちょっと横長なので全画面表示して見比べてみましょうか。添削前がこちら、そして添削後がこちらですね。この背景のね、色味の変化によって寒いながらも暖かい印象が加わったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。今回の添削のポイントは結構たくさんあったように感じるかもしれませんが、実はね、一つです。温かみを感じる光の強調。温かみを強調したいから構図を見直す、色を見直す、そして視線を上に持っていきたいからパースをつける、などなど、実はね、全部光を強調したいがための調整だったことに気づくはずです。こんな風にですね、この絵では一番表現したいものは何なのか、自分でね、はっきりと分かることは
絵作りにおいてとても重要です。自分が何を表現したいのかはっきりわかる。だから見ている人にもそれが伝わる。そういう絵作りができるようになるんですね。はい、もしですねこの動画を見て、あそこちょっと自分は弱いな、どうやったらそういうことわかるようになるんだろうと思ったらですね、こちらの動画がおすすめです。キャラデザのコツですね。こちらの動画では最初に発注書を作ろうという工程をお伝えしていますが、その発注書を作る工程でね、想像力をフル活用しますので、そこでこの能力を向上できると思います。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。